おはようございます。たかしです。本日は4月10日水曜日、ただいま9時12分。それではポンド円、ドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。FX 初心者の方に向けて YouTube メンバーシップで基礎力アップ動画を毎週配信しています。トレードを基礎から学びたい、もしくは学び直したい方はぜひご利用ください。初心者の方でも始めやすい価格にてご提供してます。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の日足からです。昨日日足は長い上髭の陽線になってますね。一度強く上昇したんですが、最終的には半分ぐらいまで戻されたという形。昨日の上昇はこの直近の高値ですね。この高値を結んだ、ここが意識された、この黄色いラインが意識されての、そこからの売り圧力によって上値を抑えられたという、そんな形ですね。現在基本的には上昇トレンド中、GMMA の青帯は上向きですので、上昇方向には向かっているんですが、やはりかなり高値圏に差し掛かっておりますので、その辺は注意ですね。昨日の上昇を見ても上値が重くなってきているのがわかりますので、本日もう一度上昇して昨日の高値を超えてこれるのか、それとも昨日は上髭の陽線になってますが、本日は上髭の陰線を作ってくるのかというところに注目です。日足を見ているとストキャスティクスは高値圏にありますので、そろそろ下落に向かってもおかしくない、そんな雰囲気も感じます。前回の高値圏からのデッドクロスっていうのがここですよね。3月の20日ぐらいの下落になるんですが、ここの下落を見ていると、今回もストキャスティクス、そろそろ下落方向に向かってもおかしくないと思いますし、昨日はこの黄色のラインで上値を抑えられているので、ここから下落していくのかなというふうには見えてきます。では4時間足です。4時間足では高値の更新をしてきたんですね。今、上昇トレンドは継続しているんです。この4月4日の高値を昨日超えてきました。ただし、この超え方ちょっと微妙なので、そこが気になるところですが、チャート的には高値の更新をしてきている。そして GMMA の青帯も上向きになってきているので、先ほど日足ではここからの下落の可能性を話しましたが、4時間足は上昇トレンド中なんですね。ただ昨日高値更新をしてきたので、本日はその押しが入るようなそういう動きをイメージしておきたいです。まずは GMMA の青帯付近ですね。4時間足ストキャスティクス下落中ですので、これが安値圏に入りきるぐらいまで下落していくと考えると、GMMA の青帯ぐらいまで下落してきますので、そう考えると 191.5 ぐらいまでの下落はイメージしておくといいと思います。もちろん現在地付近から上昇するということも考えられますが、昨日のこの陰線見ていただきたいんですが、結構大きいですよね。ですので、一昨日ぐらいからじりじりと上昇して、昨日その最後に急騰をして、そこからの急落になってますので、やはり一旦の下落方向は見ておきたい。ただ、大きな流れとしては GMMA の青帯は上向きの上昇トレンド中ですので、本日の下落はこの上昇トレンドの中の調整の下落と考えておきたいですね。また GMMA に接触すればそこからの反発はイメージしておくといいと思います。では1時間足です。昨日のこの行ってこいの動き、1時間足で見ているとよくわかりますよね。1時間足も GMMA は上向きですので上昇トレンド中です。そしてこの緑のトレンドラインを引いてますが、ここを下抜けるまでは基本的には上昇しやすいと考えております。ただ1時間足の GMMA、昨日は GMMA で反発して上昇してきてますが、本日今の地点ではちょっと上値が重そうですよね。というのも昨日のこの強い下落があるのが原因なんですが、ですので本日はもう一段の下落、先ほど4時間足の GMMA 付近までという話をしましたが、1時間足で言うとこのトレンドライン付近までと考えますので、だいたいこの緑のトレンドライン付近 191.5 付近っていうところを目指して本日は下落してくれば、そのあたりまでの下落の流れ、そしてそこからの次反発、4時間足単位の反発の上昇の流れをイメージしておくといいと思います。現在地から 191.5 付近までってなると結構下落幅ありますので、買い足で明確な下落トレンドができてくるのであれば、その流れに乗っていくと、このトレンドラインぐらいまでの下落っていうのが取っていけるかもしれませんね。ではドル円です。ドル円は相変わらずですね。ただ結構高値圏に張り付いている感がありますので、もしかするとそろそろ上抜けする、そして152円タッチしてくるのかなというふうに考えております。ストキャスティクスはそろそろ高値圏にありますので、152円を超えてきても天井は近いんだというところは見ておくといいと思います。今のチャートの動き方を見ていると基本的には上に抜けるんだろうと思いますが、一度 GMMA の青帯ぐらいまで押しをつけるということも考えられますので、そうすると比較的大きめの下落には
なってきますので、そこはご注意ください。では4時間足です。昨日一度大きめに下落はしました。大きめといっても最近はかなり小幅な動きをしているので大きくはないんですが、今のドル円の動きに関しては結構大きめかなという、そういう下落をしてきました。そして GMMA の青帯からの現在反発中ですので、このまま152円を超えてくるのか、それとも再び水色の水平線ぐらいまで押しをつけてくるのかっていうところに注目ですね。大枠では白と水色のこのラインの中で動いていると考えておりますので、現在はその上限付近、ここから下落するのであれば水色の水平線を目指しそうですけれども、今のところずっと GMMA の青帯に沿って右上がりに上昇してきておりますので、この形だけを見ると上抜けそうな雰囲気は感じますので、安易な逆張りはしない方がいいと思います。では1時間足です。1時間足はこの黄色のゾーン、ピンクのライン、白いラインっていうのが意識されております。昨日はこの白いラインにぶつかっての下落になってきてますね。今までは1時間足の GMMA が上を向いていたんですが、昨日の下落でそれを下抜けました。ただそこから上昇しようとする力もそれなりにありますので、現在 GMMA は横ばいなんですね。そう考えると現在地付近でのレンジになってくるのかなと思いますので、まずは大枠では白い水平線とこのピンクの水平線の間の中でのレンジ、その中で昨日の安値とか昨日の高値は意識されてきますので、そのあたりに引き付けてトレードをしていくのがいいと思います。152円を超えてくればそこからの上昇の流れができてくると思いますので、その流れに乗っていけばいいと思いますが、逆に152円を超えると次は為替介入警戒が高まりますので、大きめの下落もしやすくなるので、そこはご注意ください。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末には分かりやすいスキルアップ動画を投稿しています。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。また、ノートでは有料マガジンを含め複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場の気づきも投稿してます。ノートメンバーシップは初月無料ですので、ご入会を検討されるなら月始めがお得です。また、限定動画だけをご希望なら YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。